は1年かけて完全手作業で作られる天然織物です。その素朴な風合いの伝統工芸品はかつて日本全国で見られた歴史的な文化の一部です。紀東にしかない日本中探してもどうもアジアで行くとあるみたいなんですけども、でもこういった文化っていうのはかなりもう貴重なものになっているということです。徳島県立博物館の学芸員の磯本と言います。タフいつから作ってたかっていうのはわからないんですけども、おそらく1000年以上前作ってたんじゃないかと思われます。120年前の写真で見ますと、普通にタフの着物を着ていたりとか、タフの前掛けをつけていたりとか、そういう、仕事着労働着にタフが使われていたのを確認できます。全部の工程の中で織りの作業というのは本当に一部分で、だから糸にするまでの作業が大変。阿波タフ製造技法保存伝承会の会員の現場です。大変な作業とは一体どんなものでしょうか。おはようございます。おはようございます。今よかったら糸作り教えてくれるんですか。いいですね。1980年代にこのタフを作っているグループ、阿波タフ、製造技法保存伝承会と言いますけども、その伝承会に対して保護、文化財としての指定を与えていきます。先を細になるようにね、こうやってして。こんな感じ？何年前から始まったこれ？私そう40年ぐらいし。40年。じゃあやっぱりマスターだな。やっぱりなんか買って当たり前の世代、私たちもそうなので、なんか一から作る、その土があれば作れるっていうなんか自信ですかね。ちょっと大げさですけどつながるんじゃないかなと思います。できたら言うてください。Very confused. You're confused? Yes, it's a very cute idea. Don't understand that much. で私は左がのいいから「のえ」って言うたら祈祷弁具合がいいから、日本語の問題とちょっと祈祷弁の問題。僕は下から来ましただからちょっと祈祷弁難しい。祈祷弁での。でこれを先を入れます。ほんで2つ合わせてこうします。一つ一つの工程がすべて手作業で行われるため大量生産はできません。もうアラさんどんどんできてますね。これアラさん早い。アラさんこっちか。これどのぐらいですか。5時間ぐらい？50秒ぐらいかな。もちろんなくなってほしくないっていうのはあります。で現状の活動は続けてほしいっていうのはあります。大量生産できないんで、それがいいところではあるんですけども、インターネットなんかで販売できるようなものができていくと、そこね、なんかうまい方法があればいいなと思っていますね。なんで水でするんですか。パリパリはダメ。タフ構造譜っていうのはもともとは紀東だけじゃなくて日本全国各地にあったわけですね。で、木綿の普及でだんだん廃れていったんですけど、そのタフというこの技術をこの紀東だけで囲い込むのじゃなくて、もうちょっとねいろんな各地の人がもしここに学びに来て自分たちのところでもじゃあ作ろうっていうようなそういう動きになってちょっとでも広がって、そういう残し方ができたらいいんじゃないかなと思います。今畑に何本か植わっています。それは5月ぐらいに芽を吹いてだんだん成長するんですけど、まっすぐの繊維を取らないといけないんですけど、脇芽を取りながら一本の長い繊維を作るために構造を育てます。
だいたい冬になると葉っぱが落ちて、その幹の部分だけになるので、それをだいたい一番寒い時期ですね、1月に全て伐採して、そこから梶蒸しという作業が始まります。まず、伐採したその構造を束ねて、古式という大きな桶を逆さまにしたようなもので蒸して、それを熱いうちに皮を剥いで、その後木槌で叩いたり、もみ殻を混ぜて足で踏んだりして、いろいろその柔らかくするように。冷たい皮にさらすことで繊維を柔らかく白くする作用だと言われてます。歴史とともに私たちの生活は豊かに、そして便利なものへと変わってゆきました。しかし今もなおこの村に生き続けるタフとその伝統を紡いでいく人々がいます。木頭のタフを通してはるか昔の人々の暮らしとその思いが伝わってくるような気がします。終わりました？できました。完璧ではない。でも十分綺麗。How does it compare to what you thought it would be? It's more difficult and more interesting than I thought it would be.